もし見ず知らずの人があなたの遺体を欲しがっていたら、遡ることおよそ2年前の2021年10月14日、中国湖南省。私、今日で引退します。この配信でみんなともお別れだね。TikTok のライブ配信でそう言い放った若く美しい女性の名前はロー。70万人ものフォロワーを誇る人気インフルエンサーです。この日も多くのフォロワーに見守られながら配信をしていた彼女。しかし、その表情はいつもとは違い、どこか陰りがあるように見えていました。そう、ローはこの配信を最後にインフルエンサーを引退。そしてなんと、自ら命を絶ってしまうんです。そんなに思い詰めていたなんて、人気者だと苦しいこともあるんだよね。人気絶頂の中、自殺を選んでしまった彼女の死を悼むフォロワーたち。ところが間もなくして、そんな彼らをさらに騒然とさせる続報が飛び込んでくるんです。なんと、ローの葬儀の途中で、遺体が消えてしまったんです。葬儀の途中、突如消えてしまった美人インフルエンサーの遺体。多くの人に愛されていた彼女の行方は、事件の背景にあったのは悪人たちに汚された古き風習の慣れの果てだったんです。おそす、みんな優秀なだけの人にはなるなよ。ケンちゃんです。最近何か変えたのわかる？やみやみこです。本日ご紹介するのは中国の奇妙な風習に関係する2つの事件なんです。実は中国には僕らの常識では考えられないあるものを使ったビジネスがあるんです。ビジネス？はい、何結構変わった風習いっぱいあるからさ、そういうなんか古き良きみたいな、歴史も深いじゃない、そういうものをちょっと事業に生かしていこうよみたいなことをビジネスって、もしかして私天才？マジで天才。やっぱり。というのはまあね、冗談でね、実はこの話はそんな前向きなものじゃないんですよ。どういうこと？まあそもそもね、変な風習ではなく、ある悪意のある人間によってね、変えられてしまったとも捉えられるようになります。まあちょっと抽象的な話ね、分かりづらいと思うんですけども、最初の話はね、ある親子が抱えていたね、不安を利用され巻き込まれてしまった、そんなお話なんです。村を訪れた男は一体何を使ってビジネスをしたというんでしょうか。奇妙な縁談。遡ることおよそ7年前の2016年4月2日、一つ目の舞台は中国甘粛省。ある小さな村の民家の玄関先に家主と何やら話し込んでいる男の姿がありました。男の名はマー・チョンワ。ちょうど60歳を過ぎた頃の彼は自分よりさらに少し年上の男性と商談を交わしていました。60万円でいかがでしょう。客はこの村に長年暮らす庶民的な男性で、押しかけのセールスマンにいきなりそれほどの額を支払えるようにはとても見えません。しかし2年間探してたんだ。いくらでも出すよ。交渉はあっさりと成立。マーは嬉しそうに礼を言うと商品の受け渡し日を伝え、男性の自宅を後にします。よし、あとは女の調達だけだな。もしかしたら人身売買とかってこと？中国ではね、人身売買とか多いって言われてるんですけど、実はね、それとは違ったビジネスなんです。商談を終えたマーが向かったのは彼の自宅近くで暮らしている老婦人チョウの家でした。あら、マーさんが訪ねてくるなんて珍しいわね。どうしたの？少し驚いたような表情でそう尋ねたチョウ。するとマーはにっこりと笑ってこう言ったんです。いい縁談があってね、娘さんに紹介したいんだ。実はチョウはかねてから娘の将来に気をもんでおり、マーはそのことをよく知っていたんです。チョウの娘ユーシーは今年で47歳を迎えていましたが、まだ結婚していませんでした。さらに彼女は知的障害を患っており、いつか一人になってしまう時のことを考えて、母親のチョウは非常に不安がっていました。今から少し娘さんを預かってもいいかな。相手の男性に会わせてあげたいんだ。自分たち親子を気遣ってくれるマーのその言葉にチョウは涙ぐみながら答えました。マーさん、あんたうちの娘のことまで気にかけてくれて本当にどうお礼を言ったらいいのか。こうしてチョウの娘ユーシーはマーに連れられ男性の元へ向かうことになるんです。本当にさ、娘さんを持ってのことなの？だってさ、女を調達とか言ってたわよ。怪しすぎない？なんかもう怪しいでしょ。怪しいって思ってくれ。その後、マーがユーシーを連れて訪れたその場所は人気のない洞窟でした。マーさん、ここに相手の男の人がいるの？男性が待っているとはとても思えないそのシチュエーションにユーシーもどこか不安を覚え始めていました。しかし、マーはお構いなしに洞窟の奥へ向かっていき、どんどん歩みを進めます。そしてある地点に差し掛かったその時、お母さんとの約束通りお嫁さんにしてあげるよ。そう言ってマーがカバンから取り出したものは一本の注射器。いた！ユーシーは一瞬鋭い痛みに顔を歪めるんですが、薬剤が効き始めるとやがて力なくその場に倒れ込みます。そして彼女はそのまま亡くなってしまうんです。ち
ちょっと待って、殺しちゃったの？何のためにそんなことすんのよ。まあね、結婚相手を探すって言ってたのに、いきなり殺すって意味不明だなって思われる方もいると思うんですけど、しかしね、マーはある意味では嘘をついていなかったんです。一体どういうことなのか。60万円の花嫁。ユーシーを殺害したマーは彼女の遺体を車に乗せると、そこから数時間をかけある場所へと向かいます。マーが向かった場所は、そう、彼が先ほど商談を交わしていた男性の自宅でした。約束の彼女を連れてきたよ。マーがそう言うと、男性はすぐさま車を覗き込みました。そして積まれている娘の遺体を見ると、男性は驚く素振りすら見せず、平然とした様子でこう言ったんです。ありがとう。では60万円お支払いします。何、マーがさ、男性に売りつけようとしてたのってさ。そうなんですよ。そういうことなんですよ。マーが男性に売りつけようとしていたもの、それは女性の遺体だったんです。そして代金の受け渡しが終わると、男性は悲しそうな表情で言いました。君のいとこもまだ若いのに病気で亡くなるなんてかわいそうだね。そう、マーは亡くなったユーシーのことを病死したいとこだと説明していたんです。男性はまさか彼女がマーに殺害されたなどとはつゆ知らず、しみじみとした様子で身の上話を続けます。俺の弟は2年前交通事故で亡くなってね、独身だったから色々大変でさ、ずっと結婚相手を探してたんだよ。今日こうしてお嫁さんが見つかってよかった。男性のその言葉を聞いたマーは満足げな笑みを浮かべこう答えました。そうですか。彼女も花嫁になれてきっと喜んでるはずですよ。天国できっと幸せな夫婦になるでしょうね。何を、亡くなった弟のお嫁さん見つかったとかさ、亡くなった女性がお嫁さんになるとかさ、どういうこと？多分こんがらがってくるんですけど、実はこれめっちゃシンプルな話で、亡くなった男性と亡くなった女性をくっつけるっていうね、そういう風習があるんです、中国。これを中国では陰婚というんです。一体どんなことなのかというところでね。というわけで本日のメトラキーワード、陰婚について。陰婚とは主に中国北部で行われている亡くなった男女を結婚させる風習、実に3000年以上の伝統があるとされているものなんです。中国の一部地域では男性が独身のまま亡くなると祖先の墓に入れないしきたりがあります。そうした独身男性が安らかに眠るため、死者同士を結婚させてから送り出すんです。陰婚を望む人々が増えるとともに、いつしか中国では女性の遺体を高値で取引する陰婚ビジネスが横行するようになりました。そうした風潮の中で近年、金目当ての殺人や遺体の盗難が後を絶たないと言われているんです。こうして殺害した女性を高値で売りさばくことに成功したマー。彼はすっかり陰婚ビジネスに味を占め、すぐさま次の商品を探しに動くんです。そして数日後、彼は続けて地元に住む60歳の女性を殺害。同じように車に乗せ、次なる顧客の元へ向かいました。しかし、そのような悪事が何度もまかり通るほど、警察も甘くはありません。遺体を乗せて走っていたマーはその道中、検問に捕まり、あえなく逮捕されることになるんです。こうして迎えた2019年7月1日、マーは女性の誘拐と人身売買、意図的な殺人、および殺人隠蔽の罪で起訴され、死刑を言い渡されるんです。なるほどね。だから陰婚の風習自体はね、昔からあるものだし、それが悪いんじゃなくて、それをビジネスにしようとする奴らが悪いってことね。そうですね。もともとはね、これ死者への思いやりからの風習なのに、そこで稼げんじゃねえみたいな、そういうことなんですよ。さてね、二つ目の話も陰婚にまつわる話なんです。絶大な人気を誇っていたインフルエンサーが狙われてしまうんです。最後のライブ配信。遡ることおよそ2年前の2021年10月14日、次の話の舞台は中国湖南省。今日はみんなに大切なお知らせがあります。ライブ配信の画面越しにそう口にした女性の名前はロー。70万人ものフォロワーが支持する人気インフルエンサーなんです。この日もたくさんのファンに見守られながら配信をしていた彼女。ただその表情はなぜか暗く沈んでいました。あの話本当なの？まさか配信やめちゃうなんて言わないよね。ローのその様子を察してか、フォロワーからも彼女を案じるコメントが飛び交います。そして次の瞬間、今日でみんなともお別れなの。そう言い放ったローが手に取ったのは1本のペットボトル。その中に満たされている液体は農薬。一見口角を上げて笑っているように見えるローの瞳は涙に濡れ、この後訪れる死を悟っているかに見えました。いや、これ大勢見てる前でとんでもないことやりだしたじゃないの。何があったっていうの？いやね、人気インフルエンサーにはつきもののね、あれですよ。あれ？僕らにはね、あんまないんですよ。あら、逆に人気じゃないのかもしれない。そういうことかもしれない。逆にね。インフルエンサーとして人気を集め、華々しい日々を送っているように見えていたロー。しかし彼女にはある大きな悩みがありました。その悩みとは、アンチ。
美人でスタイルも抜群だったローには数えきれないほどのフォロワーがいました。一方でここ最近は過激なコメントを書き込むアンチも増えており、彼女はひどく消耗していたんです。ローって誰とでも寝るんでしょ？可愛いからって調子乗りすぎ。ローがこのような心ないコメントを浴びせられるようになったきっかけは、同じくインフルエンサーとして活動していた彼女の元彼の行動にありました。ローの元彼は自身の浮気を原因にローと別れたんですが、直後に彼女の妊娠が発覚。すると元彼はこれ以上のスキャンダルを避けるため、お腹の子は自分の子ではないと言い張ったんです。そしてその言葉を信じた一部のネットユーザーの間で次のような噂が流れるようになるんです。浮気しまくってたのってローの方なんでしょ？この噂が流された結果、ある時期を境にローのアンチが急増してしまったんです。暴言にさらされ続けたローはうつ病を発症し、精神病院へ入院するほど、彼女の投稿にたまに映り込むその腕には痛々しい自傷行為の跡も見られていました。いやね、人気者ほどやっぱりアンチってつきやすいものじゃない。今回ちょっとローは事情が違うんだけど、ローは全然悪くないんだからさ、早まっちゃダメよこれは。全くもってね、おっしゃる通りなんですが、最悪の事態は免れられなかったんです。こうして迎えた2021年10月14日、ローはフォロワーたちに引退表明を行い、最後のライブ配信を行うことにしたんです。私の動画を見た人みんなに幸せになってほしい。でも私はもう限界。ローは配信の中で改めて自身の病状を説明した。懸命に言葉を紡ぐ彼女のその表情には、フォロワーへの感謝の気持ち、そしてアンチの攻撃に疲れきり、半ば無気力になってしまっている様子が滲み出ていた。今までありがとう。ゆっくり休んでね。ローを応援してきたたくさんのフォロワーが彼女に優しい言葉を投げかける。しかしそんな温かなコメントに紛れてコメント欄には次のような言葉も流れていた。どうせ再生数稼ぎだろう。そうやって最後の配信に際しても誹謗中傷を打ち込み続けるアンチたちは、ローの後ろに置いてあったペットボトルにもいち早く気がついた。早くそこにある農薬飲めよ。飲んだら楽になれるよ。早く飲めよ。飲むために置いてんだろ。それらの言葉がコメント欄に流れるたび、ローの瞳から色が失われていく。そして彼女はついにそのペットボトルを手に取った。やめてよロー。冗談でしょ。絶対ダメ。フォロワーたちは必死に制止するが、もうその声が届くことはない。ペットボトルの中身を一気に飲み干したローは苦痛に顔を歪ませながら配信を停止させた。翌日、ローは病院でその短い生涯を閉じることになった。いやもうほんとひどすぎる。もうなんかアンチのコメントに殺されたも同然ですよね。ほんとそうよ。ですがね、今回の話の流れとして、陰婚もね、関わる話なんですよと、皆さんにもね、言ったと思うんですけど、一体ね、どういうことなのか。実はね、ローにはこの後ね、さらなる悲劇が待ち受けていたんです。消えた位牌。ローがライブ配信中に命を絶った数日後、粛々とした空気の中、彼女の葬儀が執り行われました。そして火葬場を訪れていたそんな最中、遺族はある異変に気がつくんです。ローの位牌がない。なんと火葬が行われた直後、遺族に渡されるはずのローの位牌が火葬場から姿を消してしまったんです。そう、陰婚市場では年齢が若く容姿端麗な女性ほど高値で取引される傾向があります。陰婚ビジネスを企む悪人たちにとって人気インフルエンサーのローの死はまたとないビジネスチャンスだったんです。しかし犯人はすぐに特定され逮捕されることになりました。その正体はなんと葬儀関連会社のスタッフ。はあ、マジでも亡くなった人を送り出す側の人が何やってんのマジで。完全舐めてますよね。舐めてるわよ。もう安心してね、葬儀もあげられないですよ、俺。位牌を盗み出す計画は、シャオという火葬場のスタッフを中心に、葬儀関連会社の数名が企てたものでした。警察はその全員をすぐに拘束したため、ローの位牌は無事、遺族の元へ返されることになったんです。ともあれ、生前、卑劣なネットユーザーたちに苦しめられ続けた彼女が、死してなお、卑劣な犯罪に利用されようとしていたことには、憤りを感じずにはいられません。中国に伝わる奇妙な風習、陰婚。しかし、この風習を本当の意味で奇妙なものに変えてしまっているのは、それを悪用する犯罪者たちに他なりません。風習、ルールだと断じる前に、それに関わる人のあり方から見直していくことが大切なのではないでしょうか。いやね、みごさん、最近ね、アルゴ X とかさ、英語で書くね、アルゴメトリーとかさ、チャンネル増えたじゃないですか。まあ最近のタイムスケジュールはね、今こう画面に出てる通りなんですけれども、こんなスケジュールでやってるんで、皆さんね、見てほしいですし、あとはもしね、すぐ見たいよって方ね、通知見逃しちゃうんだよね、とか、そういう人いるんですけども、そもそもね、通知オンになってるんですかという話で、ベルマークを押すと通知オンになるんで、ただこう無理して通知オンにする必要ないんですよ。後でゆっくり見る人はむしろ通知オンにしなくてよくて、出たらすぐ見たいよとか、夜お時間あるよ、みたいな方はね、ぜひぜひ今画面に出てるところの部分を押していただくと通知オンになるので見ていただけるといいなと思います。